はいどうも、ジンザベースボールチャンネルです。先日ね、注意喚起動画を出したんですけれども、お前の X の使い方じゃ全然その人に注意するなんかレベルにねえよみたいな、お前の X の使い方じゃ説得力ねえよって言われて、反省しております。はい、改めまして、野球解説系 YouTube やってるジンザベースボールと申します。はい、よろしくお願いします。はい。まあでですね、今日のトピックはこちらですね。酒井選手の FA 宣言せず残留っていう話題と、あともう一つは茂木選手が、FA 権行使でヤクルト大本命っていう話をね、ちょっとトピックとして取り上げていきたいと思うんですけども、まずね、酒井選手の、FA 宣言せず残留のニュース、残留の会見も行ったそうで、酒井選手のコメントとしては、来シーズンも一緒にプレーして力を貸してほしいという強い思いを伝えてもらい、ここでプレーしたいなと思いましたってところで、石井 GM の存在もね、決め手になったそうですよね。でも、これは非常に驚いたニュースですね。やっぱり酒井選手、C ランクですし、FA 宣言したらね、オリックスとかも手挙げそうだったってことで、正直ね、全然その FA したら、年俸とかも高騰すると思うんで、ここら辺はね、非常に驚きだったかなと。楽天がね、可能性高いのは、その楽天が複数年契約をなんかこう長めに提示したとか、あるいは年俸を高めにね、上げたとか、そこら辺も結構考えられることかなとは思うんですが、いずれにせよこのニュースは非常に驚いたなっていう感じですね。大変嬉しいニュースではありますね。結構いい額を提示されたんじゃない、いい条件をね提示されたんじゃないかなって個人的には思うんですけれども、そこら辺のね、なんかこうどんくらいの年俸で残留したのかみたいなねところも含めてね、ちょっとねこのニュースは引き続き動向をね注目したいなっていう感じですね。はい。でも中継ぎのね、B なんだろう、B チームというか、ビハインドからね勝ちパターンまでフルでこなせる、非常に心強い戦力が残ったんじゃないかなというところで。ここら辺はね、嬉しいニュースですね。で、続きまして、茂木選手の、FA 宣言についてっていう話なんですけども、茂木選手がね、FA 権を行使したってところで、ヤクルトがね、獲得に乗り出してて、ヤクルトが大本命なんじゃないかみたいな、報道の仕方見ても、これは出来レースなんじゃないかなと思わざるを得ない、こう、茂木選手の FA 宣言ですが、ほぼね、ヤクルト一色みたいな報道で、ほぼヤクルト入り確定なんじゃないかなと思ってて、ここら辺ちょっと正直匂いますよね。石井シニアディレクター、まだシニアディレクターですけれども、石井シニアディレクターがもしかしたら根回しして、なんかその島の時みたいに、なんかヤクルトにもう話つけてんじゃないかと思わざるを得ないような、なんかこうヤクルト一色報道ですよね。茂木選手 B ランクですので、人的保障発生するというようなところで、枠の心配とかする必要ないのかなって感じですね。だから誰かは選ぶんじゃないかな。キャッチャーとかね、選んだら結構その頭数にはなるかなってところではありますけれども、キャッチャーねとか、あるいは誰だ、ピッチャーとかもありえるような気もしますし、誰がね、人的保障になるか分かんないし、まだ一応ヤクルトって確定してるわけじゃないんで、どこの球団っていうのも分かんないんで、プロテクト予想難しいのも含めて、プロテクト予想はね、人的保障予想まではさすがにしないんですが、この茂木選手の FA っていうところで、宣言残留認めてるってことなんでね、楽天に残留するって未来もあるんですが、ほぼほぼ移籍が濃厚なのかなっていう感じですよね。楽天の三塁候補、三塁候補っていうか内野、三塁、二塁、一塁ってね、茂木選手、今シーズンまでずっとそのいろんなポジションで出ることを画策してはいたんですが、三塁浅村選手いますし、二塁は小深田選手いて、一塁もね、競争というか、阿部選手いたり伊藤幸也選手いたりで、若手では黒川選手いたりね、いろんな選手の競争相手がね非常に多くて、そこら辺でねちょっとダブついて、かつ茂木選手ちょっと怪我も多いんで、その期待はするけど計算はできないみたいなところもあって、やっぱり年俸ってのもどうしても高騰しなかったですし、で怪我したタイミングでもレギュラーもね外れちゃうってことも多かったんで、そこら辺茂木選手をね扱いも難しかったのかなっていうのも、楽天のシーズン見てたら思いますね。茂木選手めちゃくちゃ人気ある選手ではあるんですけれども、ちょっとね年俸を上げづらかったりとか、あと怪我の面ですよね。そこら辺でちょっと扱いが難しかったのかなっていうのが見てて思うところなんで、活躍できる、場所に行けたらそれはそれでね選手の権利なんで
非常にいいんじゃないかなと思いますって感じですね。はい。というわけで2つのニュース取り上げていきましたけれども、そうだ、結構大事なニュースというか一文みたいなのがニュース記事に書かれてて、石井シニアディレクターがその FA はちょっと今シーズンコンオフ消極的になるみたいな記事の一文もありまして、これね、僕もちょっと思ってたところで、コンオフの FA 宣言選手、ちょっと渋いんですよね。これね、思ってるところで、その FA 選手、ちょっと今シーズン見てて思うのが、なんかこう4億とか3億とか出してほしい選手があんまりいないっていうのも現状であって、で楽天のね予算とかも多分そんなないと思われる中で、めちゃくちゃ大金出してほしい選手ってのは正直あんまりいないのかなっていう、この間石川柊太選手の、話題とかも出しましたけど、石川柊太選手でやっぱりこう2億とかそんくらいの規模になってくるとどうしてもちょっと手出しづらいなってところは今オフの FA 市場はあるかなっていうところですよね。大山選手で残留資金4年16億とかですか、だから1年あたり4億って考えると、ちょっと高いなってのがね、今オフね見てて思うんですよね。だからそこら辺ね、資金難とかもありますし、ちょっと今年の FA 選手が補強ポイントにマッチしないっていうのも含めて、結構今オフの補強っていうのは戦力外と外国人を拾ってくる、ここら辺に結構かかってくるんじゃないのかなっていうのが今シーズンの、動きっていう感じで、石井シニアディレクターもそこら辺をね発言したみたいな記事になってたんで、妥当なところかなって感じですね。僕の言ってることと石井シニアディレクターの行動がめっちゃ合致してくるみたいな、僕は春先に宗山指名ってじゃないかみたいな、外野手はないんじゃないかみたいな発言してたけど、やっぱりね宗山選手になりましたしね、ドラフトもこのチャンネルを見ていけば大体楽天の動向はわかるかなってところですよね。そんな感じで、ちょっとこの話もしたいんですけど、楽天って FA の剣持ちの選手が非常に石井 GM になってから残留してるというか、美馬選手が FA ってのはありましたけど、松井裕樹選手も海外 FA 取得するまでは4年契約を、結んでましたし、島内選手も FA 権取得したんですけど、FA 権を行使しなかったというようなところで、楽天結構残留するなってのは見てて思うんですよね。ここら辺もある種石井 GM の、手腕というか貢献度非常に高いなっていうのが見てて思うところなんで、ここら辺もねもうちょっと評価されていいんじゃないのかなと。例えばね、西武なんかも FA 宣言されまくりでめちゃめちゃ流出してるわけですから、やっぱりね FA 獲得も手腕の一つですけど、残留させるっていうのもね、主力を残留させるっていうのも一つの手腕の一つなんだなっていうこれ非常に感じるところで、今オフとかはもう特にね酒井選手残留させたのはすごいなと。さすがに僕はFA 宣言 C ランクするかなと思ってたんで、そこら辺はすごいね石井 GM の手腕だなって思うところですよね。はい。だからね、そんな話でしたってところで、以上になります。よかったらねチャンネル登録高評価お願いします。それでは。